はい、こんにちは、梅野です。本日はイチョウとか紅葉した木がありますので、それとあとサザンカとかも咲いてますので、そちらを撮っていきたいと思います。はい、まずは紅葉している葉っぱを撮っていきたいと思います。今逆光のポジションにいますので、光で紅葉の葉っぱが透けて綺麗に色が出ています。で、撮っていくのはこの辺の葉っぱを取っていくんですけれども、背景に山があると思います。山のところがこう斜めになってますので、画面の、左下の方に斜めになっているところを入れることで、この対角線で暗いところと青空と斜めに二分割することができます。こっちの青空のところに紅葉した葉っぱを配置して撮っていきます。そうすることでバランスがいいのと、暗いところと明るいところで、背景が青空なので紅葉の葉っぱが綺麗に見える、そういう感じで撮っていこうと思います。はい、で実際どんな感じで撮っていくかなんですけれども、あそこの背景のこの山ですね、山を斜めに配置したいのと、でここの葉っぱを撮っていきます。で今70ミリやと、遠くってそういう感じにできないので、ここから望遠の方に変えていきまして、でこんな感じかな。で左下のところに山の斜めに、対角線で配置しまして、右上の青空のところに紅葉を配置して撮っていきます。はい、カメラの設定していきます。背景はボケさせつつ、後ろの山のところ、あそこ玉ボケがしますので、 F 値 2.8 にしてしまうと綺麗な丸型にならないので、ちょっと絞って F 値 3.5 に設定しました。こうすることで玉ボケが、丸型に近づくのと、背景もいい感じにボケますので、撮りたかった紅葉の葉っぱを分かりやすくして撮っていきます。でこの場合でシャッタースピードは400分の1秒出てますので、ISO感度100で OK です。速攻モードはマルチパターン速攻を使いまして、露出はプラマイ0で撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。背景の山を左上から右下にかけて斜めに配置して、反対側の右上は青空にしています。で明るい青空のところに撮りたかった紅葉の葉っぱを配置して撮りました。背景が青空なのと逆光で撮りましたので、光が透けて色が分かりやすい写真になったかと思います。で左側が暗く右側が明るくではっきりしてますので、目線誘導もしやすいと思います。で左の山のところは F 値 3.5 にしたことで、玉ボケがだいたい円形で出てくれたので、写真全体がちょっと華やかになったかと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次はここのイチョウを撮っていきます。でいろいろ咲いてるんですけれども、ここに上からちょっと垂れ下がってきた枝がありますので、ここの光が当たっている葉っぱにピントを合わせて撮っていきます。で垂れ下がっている枝を画面の右側にこう上から垂れてくるような感じで配置して、左側は大きく背景をボケさせて撮っていきます。逆光のポジションなので、光っている葉っぱとかは玉ボケになりますし、あと他のイチョウの葉っぱとかも多分なんか丸いボケになるんじゃないかなと思いますので、そういう感じで撮っていきたいと思います。はい、実際撮っていくのがこんな感じで、右側に枝が垂れてきてますけれども、これをもうちょっと望遠に変えていきまして、で画面の左側に配置して F 値を下げることで背景は玉ボケができますので、全体的に綺麗な写真になるかと思います。それではこれで撮ってみましょう。はい、カメラを設定していきます。ここも背景の玉ボケを円形の形にしたいので F 値は4に設定しました。シャッタースピードは200分の1秒出てましたので ISO 感度100で OK です。
露出はプラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。画面の右隅の方に上から垂れてきているイチョウの葉っぱを配置して撮りました。逆光で葉っぱが透けて黄色が鮮やかに出ているかと思います。で左側の背景は、木漏れ日の部分の玉ボケとイチョウの葉っぱも明るく光ってましたので、そこも玉ボケになってくれています。で結構印象的な背景になったんじゃないかなと思うので、右側のピント合わせたイチョウの葉っぱがよりこう引き立つような感じになったかと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次は地面に落ちてしまっているイチョウの葉っぱを取っていきたいと思います。今木漏れ日がいい感じに地面に落ちてくれてますので、影になっているところと明るいところと出てます。で真下向くと影が伸びてきたりとか明るいところとかいろいろありますので、そういう中でも今いい感じに光が当たっている葉っぱを狙っていきます。で今やったらこの辺がちょうどこの暗いところと明るいところの狭間に葉っぱがありますので、この辺を取っていきます。はい、では取っていく構図なんですけれども、シンプルに、さっき1枚目と同じですね、背景を斜めに2分割するような感じで取っていきます。左側の明るいところにイチョウの葉っぱがありますので、ここにピントを合わせます。で右側の影になっている部分はハイライト重点速攻を使うことでもっと暗くして引き締めて撮っていきます。で今半逆光の状態なので、イチョウの葉っぱもいい感じに影ができてますので、ちょっと立体感というかそういう感じも出るんじゃないかなと思います。はい、カメラを設定していきます。背景は地面になりますので F 値は5まで絞って解像感を上げて撮っていきます。で明るいところに向けた場合はシャッタースピード320分の1秒出てますので ISO 感度100で OK です。で露出はプラマイゼロの速攻モードをハイライト重点速攻に設定して、より影のコントラストを深めて写真を引き締めるイメージで撮っていきます。はい、撮れた写真がこんな感じになります。真上からのポジションで撮りまして、左側の光が当たっているところにイチョウの葉っぱがありまして、そこにピント合わせて撮りました。で右側は影が伸びてきてまして、ハイライト重点速攻を使ったことでより暗くなりましたので、右側の方じゃなくて自然とイチョウの葉っぱの方に視線が行くような配置になってます。半逆光で撮りましたので、イチョウの葉っぱの中にも影ができてまして、でシャドウのグラデーションも綺麗なのでより立体感を感じるんじゃないかなと思います。でここでハイライト重点速攻を使わなかった場合の写真がこっちになってます。でこっちの場合だと明るいところははっきり出てていいんですけれども、暗いところがちょっと暗く、あんまりなってないというか、そんな感じになるので、ちょっと全体的にほわっとしたような写真になっているかと思います。そうなるよりはこちらのハイライト重点速攻を使った方が右側はしっかり暗くなりますし、イチョウの葉っぱの中のちょっとした影とかそういうところも目立ちますので、より立体感があって印象的な写真になっていると思います。はい、次ここのイチョウ並木を撮っていきます。結構一直線に続いているイチョウ並木なので、望遠レンズを使って圧縮効果でギュッとして撮っていきます。で普通に立って撮った場合でもセンターラインのラインがリードラインになって目線誘導になっていくんですけれども、そこまではっきり映りませんので、カメラをローアングルに構えて、でイチョウ並木を見上げるような形にして撮っていきたいと思います。はい、実際の画面でいうと
立てた状態やと下のセンターラインが奥に向かっていく目線誘導と奥行き感を表現するラインとして使えるんですけれども、今回はちょっとカメラを下に下げてでちょっと見上げるような形で撮っていきます。下の道のところを少なくすることでイチョウ並木の面積を大きくして撮っていこうかなと思います。今の画面の状態やとイチョウ並木がちょっとスカスカな感じがするんですけど、ここを望遠レンズにする、望遠側にすることで圧縮効果というのが生まれまして、隙間がなくなって見えます。なので、よいしょ。でこのまま立っているところじゃなくて地面すれすれに構えて上を見上げるような感じで撮るとイチョウ並木を大きく写すことができます。道の部分を小さく写すことでよりイチョウ並木の壮大さとかそういうのが表現できるかなと思います。はい、カメラの設定していきます。手前の方の地面はボケさせたいんですけれども、イチョウの葉っぱははっきり撮りたいので F 値は8まで絞ってきました。8まで絞っても望遠レンズで撮ることで手前の方はボケてくれますのでこの設定にしています。シャッタースピードは640分の1秒出てますので ISO 感度は100で OK です。露出プラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。望遠の圧縮効果を使って上のイチョウ並木の葉っぱをあまりスカスカにならないように感じにしたのと、ローアングルに構えて撮りまして下の道の面積を少なくしてイチョウの葉っぱの面積を大きくしましたので、よりイチョウ並木のこの壮大さとかそんな感じが出たんではないでしょうか。でローアングルじゃなくて普通に立てた状態で撮った写真がこっちになります。だいたい上下2分割で分けてまして、下側に、道のところで上にイチョウ並木の葉っぱを入れて撮っています。で立って撮った場合はこの真ん中のセンターラインが奥に向かって伸びてますので、これで奥行き感を表現してくれる効果もあります。ただ普通に撮ってしまうとちょっと味気ないので、一応立って撮った場合はこの真ん中に歩行者がいるんですけれども、こういう歩行者が歩いている瞬間を狙って撮ってみました。ただ今回はちょっとイチョウ並木の感じを強く撮りたかったので、こっちのローアングルで構えて道の面積を小さくすることでイチョウ並木の大きさを表現してみました。それでは次撮っていきましょう。はい、最後はサザンカの花を撮っていきましょう。ここも光が当たっているところと影になっているところとありますので、明暗さを生かして撮ることができるんですけれども、近くに紅葉じゃないイチョウがありますので、せっかくならイチョウを背景に撮りたいと思います。普通に撮ってもこのピンクと緑の葉っぱの色のコントラストが綺麗ですし、明るいところと影になっているところとありますので、普通に撮っても綺麗に撮れるんですけど、せっかくならイチョウが咲いている場所なのでイチョウを背景に撮りたいと思います。でなかなかいい感じのやつがなかったんですけど、奥の方に入っていって、でここに上から垂れ下がってきているお花がありますので、これをローアングルから構えることで背景をイチョウにすることができます。なので、日の丸構図で撮っていくんですけど、ど真ん中にピンクがあって背景は全体的に黄色という、そういう写真を撮っていきます。はい、ではここ撮っていきます。まっすぐ普通に構えてしまうとイチョウの色があんまり入りませんので、カメラをぐーっとローアングルに構えてくると背景を黄色一色にすることができます。でもシンプルに日の丸構図を使って撮っていきます。はい、カメラを設定していきます。背景をぼかしつつ
ただ F 値を低くしすぎるとサザンカのお花の全体にピントが合いにくいですので、ちょっと絞りまして F 値4に設定しました。シャッタースピードは200分の1秒出てますので、ISO感度100で OK です。で露出プラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。サザンカのお花を撮るときはだいたいサザンカの葉っぱの緑とピンクのコントラストが綺麗なので、そのまま撮っても綺麗なんですけれども、ここの場所がちょうどイチョウが咲いてましたので、背景は黄色一色にするような感じで撮ってみました。で色の綺麗さがもう目立つように構図はシンプルに日の丸構図を使ってど真ん中に被写体のサザンカのお花を配置しています。ピントを合わせたこのサザンカのお花が若干枯れ気味なんですけれども、他にポジションがなかったので、これを選んで撮っています。はい、本日は、イチョウとか紅葉とかサザンカのお花を撮りに来ておりました。今ちょっと紅葉の、谷間というか山の方はもう紅葉が終わってしまいまして、他の紅葉はまだ始まってませんので、ちょっとこの街中にあるイチョウ並木を撮りに来ておりました。晴れた日であればですね、逆光であったりとかサイド光を使って立体感を出したりとか、いろいろ楽しむことができますので、ご近所の公園とかにぜひ撮りに行ってみてください。それでは今日はこの辺で帰りたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。